こんばんは。すいません。マイクを入れ忘れてました。すいません。こんばんは。タカさんこんばんは。ナバルさんこんばんは。ナルさんこんばんは。いつもありがとうございます。ちょっと今、携帯のバッテリーが、なんだ。携帯を、ちょっとごめんなさいね。超うるさい。携帯のバッテリーがなくて、今パソコンからバッテリーをつないだんですけど、電源が入ったり入んなかったりで、パソコンがうるさい状態になってますね。大丈夫？コードがダメなのかな、これも。コードがなんかバッテリーが入ったり入らなかったりして、パソコンがチャランチャラン音鳴らしてますね。ちょっと大丈夫かな、これ。こういう場合はちょっと待ってね。こういう場合はこの音消しちゃダメなのかな。この音消しちゃダメか。こっちが消えちゃうか。そうですよね、消えちゃうね。いや、まだ暑いです。全然雨なしです。雨なしで本当に暑い。もうね、部屋の中を昼間はなるべくエアコンつけないように窓を開けたりしてるんだけど、もうそよそよっていう風もないから、ただ暑いだけ。むわっとしてむわっとする空気が入ってくるだけで、もう窓開けてても何の意味もないかな。日本は暑いの終わったかな。終わるわけないか。これからもっと暑くなっていくっていう状態なのかな。梅雨がなくなっちゃったって言ってたもんね。昨日だか一昨日にね。なるさん、日本もかなり暑い。なるほど、なるさん。日本の方が暑いかな。サイパンこの間来たばっかりだけど、まだあの時の暑さとはね、今違うけど、あの時の暑さの方がまだ涼しい暑さ。どうかな。サイパンより暑い？本当？本当にそんな暑いのかな。そんな状態なのかな。サイパンは本当に暑いよ。もう何もしなくてもね、じわじわ汗が出る状態。これはね、ちょっと本当に
何にもしないで家にいても家の中にいてもこうじわ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 汗が出てしまう状態だよ。本当にね、雨も降んないし、ちょっとこれはかなり辛いですね。そろそろね、雨が必要かな。今日のね、ガラパンもね、相変わらず人いなくて、ミリタリーの人を見たかな。ちょろちょろっとちょろちょろっとミリタリーの人を見たかな。今日なんかそうだ、今思い出した。どこかで会議をやるって言ってたよね。その後だったのかもしれない。なんか人がいっぱい、そのミリタリーっぽい人がいたのは見たけど、サイパンの人じゃないなっていう感じの人たちを見ましたね。あったにゃにゃ、ダメなんで、お水もご飯も入ってるでしょ。そういう人たちを見ましたね。なんか会議をやってるって。これからサイパンが軍事化するかどうかっていうしていくんだろうけどそれの会議とかって言ってた、書いてあったな、新聞に。ちょっと待って、あんまり気にしてなかったから見なかったんだけど、あれ今月なんかあと合同練習があるって言ってたよね。サイパン、グアムとかいろんなところの地域の戦闘練習みたいな、そういうのがあるっていうようなことがずいぶん前に書いてあったような気がする。高さもかなり暑いですよ。かなり暑いんだ。そういう状況なのね。日本も南国化してきたよね。なんかでも雪は降るもんね。寒い時は本当に寒くなるから、冬と夏っていう状態、春と秋がなくなってきたっていう感じかな。これからの時期、日本の暑さをなめて日本に遊びに行ったりしたら大変なことになるってことだよね。前にその人は韓国人の観光客の人だったんだけど、日本に涼しい、秋だから涼しい、去年だよね、去年言ってたのが、秋だから涼しいから日本に遊びに行くって言ってたんだけど、韓国より暑いし、サイパンより暑いとか言って入ってきたことがあったな。なんか韓国の人が言ってた。ものすごく暑いっていう問題じゃなかったって言ってた。去年の秋かな。寒いんじゃなかったのって聞いたら暑かったっていう話をしてましたね。なんかドル円がずっと同じようなとこにいますね。なんか、じっと見てるわけじゃないんだけど、パッと見るたんびに、昨日もこの辺にいたような、違うのかな、1円ぐらい違ってこの辺にいるのかな。いや、そんなことないな。昨日もなんかパッと見た時に同じようなところにいた気がするんだけど、何にも動いてないような感じのドル円の動きですね。なんかチャートから見るとね、ストンと落ちそうだけど、最近のドル円はなんか有事のドル買い、昔はね有事の円買いとかって言われてたんだけど、有事のドル買いになっちゃってるんだね。やっぱ円が
どんどん円は売られていくのかな。まあそのうちまた160円は1回つけなきゃならないんだろうと思うけど、137円もいかなくていいのって感じなんだけど、どうなんだろう、よくわかんないよね。本当に同じとこにいるような感じがしますね。あとなんか SNS ですごい拡散されてるっていう話題があるんだけど、なんだっけ、そうそう、この間深夜さんが言ってたアイスの意味が分かりましたね。今日の新聞かな、昨日の新聞かな、これにマリアナスバラエティにアイスって書いてあった。それが何だかやっと分かりました。アメリカ移民管理捜査局、移民税関捜査局っていうのかな。なんかこれが今 SNS でバズってるらしいんですよ。サイパンのガラパンかなんかで、だから誰かがその捕まったところを撮ってたかなんかして、それが回ってんのかな。まだ一回も見てないんだけど、そんなの。中国人の男性が2人捕まったらしいんですよ、ビザがなくて。どうやってバレたんだろう。知ってていくしかないよね。そんな知らなくて行かないでしょ。そのどっかガラパンのどっかの場所はちょっと書いてないんだけど、ガラパン地区って書いてあるだけで、知らないでそんなとこ行かない。そんなとこっていうか、知らない、その人がビザを持ってるか持ってないか知らないで一つ一つね検査して回ってるんならわかるけど、そういうわけでもなさそうだし、パッと入って捕まえたっていうのをちょっと聞いたんで、だからもともと知ってて、その人たちがビザがないってことを知ってそこに行って、そんでカメラも撮ってる。それが SNS で回ってるらしいんだけど、どこの SNS だかはわからない。何なんだろう。絶対もうそのアイスっていうの移民局だよね。移民局がもうその人たちはビザがないってことを知ってていかないと、そんな一軒一軒回るような人たちではないと思うから、多分ね。でカメラもある。なんかショーアップっぽいよね。見せしめでちょっと捕まえてみましたよっていう感じなものなのかなとも思えるけど、どうなんだろう。ビザなしでね働いていたり、観光ビザで来たのに働いてるとか、ビザの期限が切れてないのに帰らないという人を見つけて逮捕して拘束して国に帰らせるっていうのがそのアイスっていう人たちの役割らしいんだけど、この間ね深夜さんにアイスって言われた時、アイスはどうなってるって聞かれた時、アイスはどうなってるって聞いたんだけど、聞かれたんだっけな、なんかアイスはって聞かれたのかな。だから私はアイスぐらい売ってるよって言っちゃったんだけど、ア
アイスぐらいね、ハーゲンダッツぐらいありますよっていう返答をしてしまったんですけど、アイスってこれの意味だったんですね。別々のところで逮捕されたの。そう、サイパンのガラパン地区で別々のところで2人の中国人の人が逮捕されたみたいです。へえ。それにしてもね、ミドルロードとどっかのハウジング、そんなわかんないで、家っていうことでしょこれ。お店に行って捕まえたっていうならまだ意味わかるけど、お店に入ってねパッと捕まえたっていうならわかるけど、お家に行って捕まえたの。これもう絶対切れてるっていう証拠かなんかがあって、もう聞いてて誰かに通報されていったっていう感じだろうねこれ。知らなかった。アメリカ政府がアメリカを取り戻す作戦っていう強化キャンペーンをやってるんだって。トランプ大統領のね、不法移民をなくすとかやってたもんね。犯罪組織を潰すって、こっちのが先だと思うんだけど、犯罪組織を潰すと薬物人身売買を止める、そっちが先にしてほしいよね。なんかどうなんだろう。ガラパンあたりにいる人ってそんな悪さしてる人いないっていう感覚がするんだよね。もっと裏にこそこそ隠れてるような人ほど悪いこともしてるんじゃないか。まあそれも偏見なのかな。うちはね、私はもう本当に何回もやられてるから、でガラパンあたりの人なのかどうかもわかんないしね。まあ1個のグループはタグマンっていうところのグループだったけどね。で私なんかはやっぱりフェイスブックで自分の商品が売られてたりするのを警察に通報してるんだけど、警察動かないからね。昔なんかね、うちの店の並びで私の商品売られてて、それを通報したんだけど何も動かなかったね。その商品を取り戻すでもなく、その商品のね買った人のところに聞くでもなく、これ絶対私の商品だからって名前入ってるじゃんここにっていう状態なのよ。もう確実な証拠がある状態なのに、その買った方の人も捕まえないし、買った方の人に事情聴取を取るわけでもなくで、もっとひどいこともあったわ。ナイフ持ってお店に入ってきた人がいたの。金出せみたいに。でそこに警察呼ぶよね、もちろん。警察呼んでその人を
捕まえるわけでなく、でその人がナイフを私の店に置いてったのね。置いてったの、その警察が外に出して、で捕まえたのかなって一瞬思ったんだけど、なんか見てると話をしてるのよ、警察官とその犯人が外でね、店の外で話をしてるんだけど、でその犯人らしき人、犯人をなんかこう手で押して向こう側の道路にやるって感じで話したの。そしたら警察官が戻ってきて、もう大丈夫だからとかっていうわけ。もう大丈夫の意味が分かんないよと思って、なんで話したのって、なんで逮捕しないのって言ったら、あいつはああいうやつなんだとか言って、あいつはああいうやつとかの意味が分かんないんだけどね、あいつはああいうやつだっつって逮捕もしないで釈放しちゃうわけ。ナイフを持ってきて店に入ってきてるんだよ。それなのに、もし何かあった時はどうすんのって感じなんだけど、無視っていうか、そのままにしてたよね、警察は。そのままシカトで逮捕もせずその犯人はそのナイフを私の店に取りに来たからね、また数分後。そんなのがガラパンにうろうろしてるわけよ。ガラパンの界隈に、繁華街のところに。でナイフ取りに来て、もう一回警察電話したけどね、でも何もしてくれないから、もうね、だからちょっとね、警察には諦めるしかなくなっちゃったよね、ほんと。皆さん怖すぎますね。そう、恐ろしい怖いっていう感じね、それね怖すぎます、ほんと怖すぎるのよ。ちょっとね、ありえないからね、そんなさ、目の前で犯罪を犯してる人を、あいつはああいうやつなんだとか言ってほっぽっておく、そういうことがまかり通っちゃってるから、今の状態になってきてるわけじゃない、結局は。これどこちょっと待ってね、こっちにしましょう。こっちにし夕焼け。ちょっと映像を山の中のを変えました。怖すぎるのよ、本当に。ありえない状態で警察の人がそういう風に言うから、結局もう諦めるしかなくなっちゃうんだよね、何か起きても。この間車破壊されたのだってそうだけど、どれもこれも指紋一つ取らないし、やる気なさすぎだよね、サイパンの警察。ほんとね、こんな状態だと警察に連絡しても無駄だねってみんな言うよね。無駄だからねって、自分が、受けた被害だけでも、そういう警察の対応いっぱい言える、たくさん言えるね。どっかから持ってきた話じゃなくて、
自分の体験談で本当にそういうことがたくさん言えることがあるね。だから警察に行っても何も解決してくれないからサイパンでは無理なのよね。で警察の偉い人や知事とか本当そういうところに頼るしかないなって本当に考えたからそれを行動にも起こしたけどそこもダメね。それもダメだからそれもあれも全部ダメだから結局はなんかねだ知り合いの知り合いだったりするわけじゃない。その犯人がサイパンの中だとだってこの間だって来た警察官と犯人の名前同じだからね。名字うちの担当になりましたっていう強盗の時に来た警察官と刑事と犯人名前みんな一緒。名字がみんな一緒でもう意味がわからないよね。で知り合いって聞くと多分親戚とかって言うからね。そういう多分親戚っていう状態でいるから多分誰も動かないんだと思うんだよね。でそれがさまた議員さんとか偉い人のつながりだったらもっと動かないよね。でねある程度ね名前みんな同じだったりするのよ。日本でも田舎の方行ったりするとみんな鈴木さんだったりみんな佐藤さんだったりするじゃない。そんな感じの場所ではあるとは思うんだけど、だけど本当に近いんだよね。近いで日本の場合は鈴木さんだったり佐藤さんだったりしても昔はね日本の昭和初期とかは動かなかったかもしれないけど知り合いだからとか言って今昭和初期じゃないからさ時代が違うからね。時代が違うんだけど、昭和初期のようなことをまだ知ってるのがサイパンだよね。なるさんだからサモアなんだって。昨日の話じゃないけどね昨日の話につながっちゃうねまたね。なんだっけ昨日何の話でサモンが出たんだっけ。何の話でサモンが出たんだっけな。違うな。何話してたんだっけ。何の話からサモアの話になったんだっけな。だったっけな、忘れちゃったよ。昨日のことはもう覚えてないよね。ナバルさんビザシステムそっかビザだ。ナバルさんまだ起きてるの。まだ10時半か。起きてるか。
のが起きててくれたのね、ありがとうございます。ビザシステムだそうだ、ビザがね、そうアメリカの中では、そうアメリカ国内ではサイパンとサモアだけが特別なビザみたいな状態でいるんだよね。サモアって国があるんだけど、国じゃないね、アメリカの国の一つの地域でサモアっていう地方があるんだけど、そこもアメリカなの。でもパスポートはアメリカパスポートをもらえるわけじゃないのね。サイパンはアメリカパスポートなんだけど、システム的には、ビザシステム的には特別感があって、特別なビザがあって、サモアと同じ。アメリカ国内ではこことサモアしかそういう体制を取ってないっていう状態なの。だから世間からはサモアと同じって言われちゃうんだけどね。サモアに行ったことないから、サモア島っていうのかな、そこに行ったことはないのでよくわからないけど、サイパンもでも昔パスポート違った気がしたけどな。そんなことないかな。 OK Google、 サイパンは昔パスポートはアメリカパスポートだった。はい、その通りです。サイパンは現在アメリカ合衆国の自治領である北マリアナ諸島連邦コモンウェルス・オブ・ザ・ノーザン・マリアナ・アイランド。昔からアメリカパスポートを発行されてた。おっしゃる通り、昔からアメリカのパスポートを発行されていたというわけではありません。サイパンを含む北マリアナ諸島はその歴史の中でさまざまな国の統治下にありました。サイパンがアメリカ合衆国のパスポートを発行するようになったのは比較的第二次世界大戦後、サイパンは全てアメリカのパスポートだった。いいえ、第二次世界大戦後すぐにサイパンの住民が全員アメリカのパスポートを持っていたわけではありません。サイパンを含む北マリアナ諸島は第二次世界大戦後、日本の統治下から離れ、国連の信託統治領太平洋諸島信託統治領としてアメリカの施政権下に入りました。この時点では住民はアメリカの市民権を持っていたわけではありません。いつからサイパンの人々はアメリカのパスポートを持つようになったの？サイパンの人々がアメリカのパスポートを持つようになったのは1986年11月4日です。この日、北マリアナ諸島に対する国連の信託統治が正式に終了し、北マリアナ諸島連邦コモンウェルス・オブ・ザ・ノーザン・マリアナ・アイランド CMNI が1986年の終わり11月からなんだね。知らなかった。それまではちょっと聞いたことがあるんだよね。昔パスポートはココナッツパスポートとか言ってローカルの人が言ってた覚えが今思い出して、で今 Google に聞いてみましたね。やっぱりココナッツパスポートだったんだ。ローカルの人が違うよとかって言ってた覚えがあるの。アメリカのパスポートじゃないよって。そんな昔からは知らないんだけど、もちろん。で昔はアメリカのパスポートじゃなかったよっていうのは言ってたのは覚えてたんで、やっぱ違うんだね。でも意外と最近でもないか、89年って89年86年って言った。今何年って言ったっけ。
その辺からなんだね。だから日本人が来始めたのってその辺じゃないのかな。サイパンに旅行として来始めた、多分その辺だと思うんだけどね。その辺から日本人がたくさん来始めて、観光業がバーッとね、で日本の人がダダダッと投資をするようになったんだと思うんだけどね、その辺りで多分きっとそう思います。ちょっと待ってください、お水飲みます。すいません、喉が渇きます。ちょっとね、乾燥だよね、これは。乾燥から来る喉の潤いが足りません。やらなきゃいけないこともあるんだけど、ちょっと手がつけられないくらいな状態になっちゃってて。あ、なるさん動画見たよ、ありがとうございます。タカさんも見た、ありがとうございます。ありがとうございます。どうですか、どうでしたかって、ね、昨日の続きだからね、あれね、昨日のお話の続きを、昨日のお話の続きが今日新聞に載ってたのかな。今日だよね、今日だか昨日だかの新聞に載ってたんで、それで書いてみましたね。その続きをちょっと書いた状態、で、あれは私何の動画書いたんだっけちょっと自分で見ないと分かんない。動画ね、いろいろ書いてるんですよ。だからね、ごっちゃになっちゃう。何であげたんだっけ、今日何アップしたんだっけな。あ、カジノのだ、カジノのね、ガラパンのカジノのだよね。そうそう、ガラパンのカジノの保険を昨日払ってないっていう話をしてて、なんか払ったっていうのが今日書いてあって、なんか全部が出来上がってるような感じですよね。そんなことない？なんていうんだっけ、ああいうの、青い絵、
青い家だっけ、なんだっけ、なんかそういうものが書かれてる感じなのかなって。でも連邦裁判所も絡まってることだから、それはないと信じたいんだけどね。これが地方の裁判所とかだったらそれもありえるかもしれないけど、一応連邦裁判所が絡んでることだから、ちょっとちゃんとしてるとは思うんだけど、だけどもともとのカジノやってた方々は保険を入れて、あそこの土地の保険を入れて、なんでなんだろうと思うんだよね。使わせもしない、使わせもしないのに、なんで土地のもともとの土地の人に保険を入らせるのかなって。使わせもしないし、次の人に浄土もしないしって、なんか不思議な感じが私はするんだけどね。それなのに保険は入れってもともとの人に言うっていうのも、実際の権利は新しいカジノを買った人の権利でしょ。あそこの土地は名義だけがもともとの人のもので、その名義をこっちに新しい人に渡さないのは DPL なんだから、政府なんだから、何もさせないところに保険だけかけろっていうのはめちゃくちゃ酷なことで、おかしい話だと思うんだけどな。そのね、とっとと早く新しい方の人に土地を渡すべきなのに、何が理由かは書いてないんだよね。なんか詳しい理由っていうの、なぜ渡さないのかっていう詳しい理由が書いてないんだよね。なんでだろう。だってさ、どんどん新しい人に渡せばね、もしかしたら次の人に売るなら売るで、転売するなら転売するで、ことが進むだろうし、このままじゃね、あのままあのビルだって腐っていくだけだし、なぜそういう意地悪のようなことをしてるのかがわからないんだよね。土地のリースの移転許可が、だってもうその権利を売っていいですよっていうことでオークションにかかったはずなのに、でオークションで落とした人がいる。それなのに渡さないってどういう意味なのかがわかんないんだよね。 Google に聞いてみようか。何と説明すればいいんだろうこれ。何と説明すればいいんだろうな。書類も提出済みで、新しい方は書類も提出済みで、あとは DPL が承認してくれるだけなはずなんだよね。その Google に聞き方が分かんない。分かりませんって言われちゃうかな。CNMI の、サイパンの違うOK Google、 CNMI サイパンのカジノ、違うカジじゃない、カジノの土地IP
言葉で入れられなくなっちゃった。もう文字で入れなきゃなんなくなっちゃった。なぜ新しい人がなぜ新しい違うな新しい人が落札したのになぜ浄土移転手続きをしないのか。移行手続きか。移行手続きをしないのか。よいしょ。Google に聞いてみました。サイパン運営会社であるリース契約の移転に関する意見の相違。新しい会社は IPI が DPL からリースしていたリース契約を引き継いだと考えていますが、DPL との間でそのリース権の移転について何らかの意見の食い違いが生じていると報じられています。これが意味がわかんない。 IPI が DPL からリースしていた土地がリース契約を引き継いだと考えていますが、考えていますがって意見の食い違いがこの手続きを遅らせる原因となってるんだって。負債の引き受け、レンタル料を払ってないっていうことでしょ。だって倒産しちゃうんだから払えないよね。倒産がだから今回決まったらもうもらうとこなくなっちゃうってことだから、やっぱり意地悪してんの。カジノ委員会の廃止と再開。カジノ委員会は関係ないじゃんね。カジノ委員会は今日もなんか書いてあったな。カジノ委員会を発足させないとっていうことを書いてあったけど、カジノ委員会は全く関係ないと思うけどね。だから知事の一声で潰せるぐらいなんだから、またカジノ委員会が発足するときはまた知事が発足ってもう一回やりますって言えばいいだけの話でしょ。その間のね、お金セーブできるじゃないね。今はなくていいんじゃないのと思うけど、どうなの。落札者と IPI の関係性に関する懸念だって。かつて CNMI の法務担当者は落札者である人が昔の人と密接な関係にあると主張してた。これを一回終わったじゃんね、この間。Google ちょっと古いね。あれが情報がちょっと古いですね。要するにカジノの資産は落札されたものの、特に公有地のリース契約の移転において関係者間での合意形成に時間がかかっている状態です。それは分かってんだよね。なんでその政府が IPI
渡さないかっていうことを知りたかったの。なんでなのかっていうのをなんでサインしないのかっていうことが知りたかったのに、全然違う答えが返ってきましたね。なんで本当に普通に渡さないのかなって考えるには、やっぱり昔の人からお金が取れなくなっちゃうから、新しい会社に払ってよって言いたいんだと思うんだよね。どっかから取りたいからって思うんだろうけど、新しい人はちゃんとオークションでその金額をもう1290万だっけ、それで落としたわけだから、そこにごねるのはまた変な話だと思うんだけどね。こうやって新しい投資家がね、だんだん潰されていっちゃったりするんだよね。これでいて、でこの間、昨日だか一昨日、そのサモアの話の議員さんなわけじゃないけど、サモアの話につながる話のね、なるさんが言ってたサモアにつながる議員さんだってね、結局昔のビザシステムを取り入れたいみたいなことを取り入れようとか言ってたけど、雇用がね、本当に雇用者がそれで増えるんならいいけど、結局はなんでサイパンが連邦のビザになったのか、そこをちゃんと考えてから議員さんも言わなきゃ。もうすぐ選挙があんのかな。もうすぐ選挙があるからああいうことを言い出したのかな。ね、外国人労働者が入れば入ったでさ、ローカルの人たちはさ、文句また言うくせに、よくわかんないんだよね、本当に。実際だってサイパンの法律っていうの、あれサイパンの法律じゃないのかな、アメリカの法律なのかな。3人に1人、3分の1はアメリカ人を雇わなきゃいけない。だから連邦の法律かな、これ。そういう法律があるんだけど、そういう人だって名前だけで結局働かない人だっていっぱいいたし、昔ね、もう20年ぐらい経つけど、私の知っている時は名前だけでね、$300とかで、結局ローカルの人雇っても働きに来ないんだよね、本当に。土日は休みとかさ、観光業やってるのに、観光客っていうのはさ、土日目指してくるじゃない。だいたい土日を利用してくるから、土日休まれちゃうスタッフってあんまり必要性がないんだよね。土日に限って忙しかったりするからね。私なんかはそう、うちの店なんかはそうだったよね。で、ちょっと具合が悪いって言ってすぐ休んじゃうし、それ若くてだよ。年寄りがそう言ってるんじゃなくて、若い人がそうやって言ってすぐ休んじゃうんだよね。それに感化されちゃう他の従業員もいたから、そういうのが困っちゃうよね。今日誕生日だから休みますとかさ、クリスマスだから休みますとかね、意味わからないからっていう状態のこと多かったですね。そう、今日ね、
今日の新聞に載ってたやつ、マリアナバラエティさんに載ってたやつで、ちょっとねやっぱね全然サイパンって観光のこと考えてないなって思った記事があったの。マリアナ海溝ビジターコンタクトステーションっていうのが出来上がったんだって。あそこにアメリカンメモリアルパークで、マリアナ海溝って何ってサイパンに近いところで深い海溝があるわけね。深い場所の一つがあって、自然の宝庫で、この間もなんか調査機関とかいっぱい来てたりしてたよね。でその海溝について学べる施設っていうのをちょっと興味あるけどね、こういうのね。で子供や観光客に海のすごさを伝えられるっていうんで、その場所ができたらしいんだけど、でアメリカンメモリアルパークの中にできたんだって。でね、全部アメリカの全部じゃないのか、ほぼほぼアメリカの支援でできた場所らしいんだけど、マリアナ海溝のことは結構ね、テレビとかでテレビっていうか YouTube とかでマリアナ海溝のこと流れてたりするんだけど、映像とか流れてたりするんだけど、あんまりうわっていうものは出てこないけど、深海でもっと大きいサメとかいないのかなとか、そういうのとか思いながら見てるんだけど、そういうのは出てこないんだよね、なかなかね。でも結構興味あるようなところで、そういうのね、なんかモニュメントとかやってるらしいので、グアムでもこれやってるらしいの。同じように同じものが2つあるって感じ、グアムとサイパンに。でグアムでやってるのは水曜日から日曜日の朝7時半から4時までやってるんだって。連邦祭日とかは休館になりますよって書いてあって、で無料入場料は無料でやってますよって感じなのね。サイパン側が問題なのは、月曜から金曜日まで8時から4時半で、同じように連邦休日は休みでって書いてあるんだけど、月曜日から金曜日ってさ、普通の人たち仕事じゃん。誰が行くのって話ね。子供とかね、学校の社会科見学とかで行くために開けてるのって感じ。それ以外に行ける人ほぼいないよね、これね。月曜日から金曜日だから、まず観光客のことは無視してるじゃん。これでどうやってね、どういう体で観光を盛り上げようって考えてるのか意味がわからない。グアムはね、ちゃんと土日オープンで観光客のことを考えた目線でやってるよね。こういうとこが違うなと。ね、観光客の人にね、マリアナ海溝のサイパンから一番近いわけだから、こういうの見てもらったらね、もっと興味湧いて、マリアナ海溝に行けるわけじゃないけどさ、もっと興味を湧いてもらえたりするんじゃないのって思うんだけど、これじゃね、サイパンの本当に少ない地元学校の教育用にしかならないと思うんだよね。
普段の日4時半とかまでみんな仕事してるでしょ。だから行くに行けないよね。まず何のために開けてんのって感じだよね。観光客の人のために開けるんだったら土曜日曜は絶対開けるべきだと思うし、グアムがこういう風に土曜日曜は挟んで開けてるのに、なんでサイパンはそういうことできないのかなって、考えられないのかなって本当に思う記事でしたね。これね、みんな疑問に思わないのかなってめちゃくちゃ思う。めちゃくちゃ本当にそういうふうに思うんだけどね、私は。なるさん、観光いらないんでしょね。本当そういうふうに思えるよね。普通にそういうふうに思っちゃうと思いますよね。なんかね、どこを中心に考えてこういうことをやってるのか、一人ぐらい大人が話し合って反対する人がいないのかなって思いますよね。これを立ち上げるにあたって、やっぱ土日は観光客が来るからそういうところをメインにして開けた方がいいんじゃないのっていう人が一人ぐらいいないのって。だって警察もいないんでしょ。そう、いないんですよ。そういないんですよ。だからね、目線が違うんですよね。まずね、目線がどこ向いてんのか本当にわからない。こういういい施設を作るのに作ったのに、地元の人だってなかなか行けないよね。土曜日曜やってないんじゃ。普段の日、ローカルの人なんかはさ、ローカル公務員さんとかは抜け出していけるかもしれないけど、普通に働いてる人たちはなかなか行けなくなっちゃうよね。こういうとこにどうせ無料のところで、どうせアメリカがお金出してるところだから関係ないのかもしれないんだけど、でもこういういいものを作ったんだから観光客に見てもらおうって思う人がいないっていうのがちょっとなーって。目線がやっぱ観光客を対象にはしてないんだよね。どう考えてもそう思えるよね。グアムはだって金土日ちゃんと空いてるわけだから、観光客の人だってこういうとこ行ってみようって思うかもしれないけど、土曜日だからやってないや、日曜日だからやってないやってことになっちゃうからね、これじゃね。大人を考えてる普通なんだけどね。多分こういうのをやるときでも商工会議所とかそういうところの人とか一般人とかも参加したりしてるとは思うんだけどなって思うんだけど、何なるさん、
何なるさん、考えてる人考えてる人いないのね。てるって字がてるだね考えてる人いないんだと思うのね。だってなんかね、他のことに対して観光局の案だってなんか大人が本当に考えてるかなっていうような案が多くて、大人が考えてたらこうはならないんじゃないのっていうような案が多いの。じゃなきゃ本当になんかずっと海外で暮らしてきたリッチな人たちが海外で暮らしてサイパンのことを知らないで、それでここに戻ってきていきなりそういうとこに働いてっていう人がいっぱいいるのかなとか思っちゃうよね。ここに働いてきてここで苦労してるような人たちが参加して話し合ってる感じはしないね、本当に。そういう案がなんで出るかなっていうふうに私なんかは思っちゃうね、ことが多い。それは無駄遣いだろうとかさ、なんでそっち行くのって感じのことを結構やってるから、そういうのを考えるとちょっと寂しくなったりしますね。ちょっと今日12時だ。ちょっとね、今日やらなきゃいけないことがあるので、手仕事なんですけどちょっとやらなきゃいけないことがあるので、今日はこの辺で、終わりにしたいと思いますね今日ね、特にこれといって話すこともなかったんだけど、一応ライブしてみましたって感じですね。うねさんも来なかったな。うねさんもせいやさんもね。でもみんな来ていただいた方ありがとうございます。いつもありがとうございます。よかったらね、コメントをしていただけるとありがたかったんですけど、またですね、明日ライブ配信したいと思いますんで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。うねさんありがとうございます。うねさんじゃない、なるさんありがとうございますもううねさんって言い慣れちゃってた。なるさん、たかさん、なばるさん、ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、いいねよろしくお願いします。それではまた失礼いたします。どこだっけ。でこっちを上げなきゃいけないんでね。こっちだよね。